長崎産の 600g の伊勢海老です。すごい。人数にします。大判のマグロの大トロです。じゃあ3週間発生させております。4日間ぐらいさせて周りを食べた後に対馬のアナゴです。アナゴ大好きです。北海道の生ウニです。小肌です。白浜です。失礼します。ね失礼します。大車エビです。生きてる。いいよ。中央の海苔巻きですね。ありがとうございます。今日でも買います。お寿司屋さんってどこも高いじゃないですか。そこと変わらないレベルのものを出してそんなに高くなく食べれるようなコンセプトで一回来てくれたら大体リピーターさんになってくれるので助かってます
が4日。顔だけの時ってもう中シャツの上にもあれだけでいい。絶対に1月金何時作る。荷物めっちゃ入れるし。本日はご来店ありがとうございます。コースの方を始めさせていただきます。本日は全国からいろいろな食材をたくさん入れてますので、十分に楽しんでいただけると思います。よろしくお願いします。こんな顔やったんや、本物と思って。それけ風まで有名な。白子のすり流しです。やったー。失礼します。煮たこです。はい、わさびと塩でお召し上がりください。ありがとうございます。
すごい逃げよる逃げよる逃げよる。長崎産の 600g の伊勢海老です。あ、そっか。伊勢海老やけどね。うわ、すごい。人数に生きてる。ほら見て。本当だ。うまっ。いけそうか。失礼します。オイル伊勢海老。失礼します。ウニの茶碗蒸しです。おじそで香り付けしてます。器は熱いのでご注意ください。失礼します。ウニの茶碗蒸し。食べられるの。
何それ？ああ、イカの塩辛みたいなもんや。そうですね。
通の米より粒が大きいです。精米の時に大きい粒だけ残るようにしてるので、割れたやつとか入んないようになってます。関係ないけどそれずっと時間が今まで面白い。油もっとんね。聞きたくない。確かに僕から言うてないです。失礼します。じゃあ長崎産のブリです。ブリです。失礼します。長崎産のブリです。白甘鯛です。白甘鯛です。これね。なんで思いつかったの？それと俺と二人。あいつに行くようにいいのに僕よ。いきます。北海道の生ウニです。めちゃくちゃ甘いです。甘っ。甘いですね。っていい場所じゃない？あ、小肌か。小肌です。小肌です。面白い。失礼します。小肌です。めちゃくちゃでかいです。塩は独学です。和食の店で好きでずっと握ってたんで、あとはもうずっと自分で勉強して、小学生の頃から寿司屋さんしたって夢だったんで、今楽しいです。油がめっちゃ乗ってます。
します。オーマンの中トロです。します。大間のマグロの大トロです。じゃあ3週間熟成させていきます。4日間ぐらいさせて周りを固めた後に氷の中に突っ込んでます。お客さんから言われたら53ぐらい。こう言ったじゃん。女のタチウオの海苔巻きですね。アクセントで、クレソンとカイワレの昆布締めを入れてます。失礼します。タチウオの海苔巻きですね。これは今日でも買います。なんで延期でこれがバイク。これ10代の頃の話をしてきて。ですけど。土曜日入ってくれるやん。土日忙しくて、並ぶ。例えば席が空いても、大丈夫渡せますか。ちょっと聞いてくれ。めっちゃ楽で。じゃあごめんって。ここじゃちょっと今の話取って。選択肢があったら。そう。でそれを席に座ったらお客さんって。ぜひ来てください。
ねえ戻らないか戻らないかんそう家業がまではここで働いとけたっていうことそうそうねえ失礼します。大車エビです。生きてるよ。そうなんですね。対馬の穴子です。失礼します。対馬の穴子です。めっちゃうまい。めっちゃうまいよ。アナゴ大好きです。るよね、本当に。私ずっと気づいとった。で、その本ずっと言ってんの。そうそう。時間作ってるから決めたんだから。残ったら水も。お願いします。かんぴょう巻きです。おさあれあれ見てた。見てみたいなって俺も寿司ずっと見てる。あ、じゃあ飛び落ちたらいいな。失礼します。卵焼きです。旅行があったいくよ。あいつも俺たち俺たち最後の一番最後
のかな、90まで。10年ぐらいできるかな。何？はい、みそばつ。お待たせ。はい、キス。ご飯2つ、お味噌汁2つね。ありがとうございました。結局。よし、はい。もういいぞ。はい、みやこです。自分のうちは今集中でなかなか思うよな。絵を気楽に。話してたって千葉がいいか朝のモーニングがいいか一応仕事が終わると朝の私たちお友達とモーニング行くんだ。よかったね、いくちゃん。一番の福岡はもらったで。今くださいね。おはようございます。ナモ3、4キロと、だからシーチキン用が2キロらしい。うん。はい、お願いします。はい、はい、よろしく。はい。ここはね、まあ14、15年かな。このところの街の中。
ここは35年かやってた。駐車場がなくてね、向こうは。ここ奥ね。よいしょ。これ3時に終わっちゃうね、ここ。まあ俺、こういうブラブラして仕込みしながらね。まあ、割と8時か9時ぐらいになっちゃう。結構仕込みあるよ。わからん、9時までやるや。すごい。10年ぐらいできるかな。
事。それ以外何もないの仕事。いや、なんでも全然。来るけどね、今日はね、見つけちゃってる。あれはあれでいいんだよ。これは昔ながらのチラシ。たまにも来るよ。言っとけばね。電話がないよ。皆さん言うんだって。だから電話で何々だって勧誘してくるがね、セールスを。そうするとお父様お母様いない、何頃お帰りですかって分かんない。だから変に断ってるよりその方がええで。私が20歳です。最初19だよ、今80だから。仲良くないんだ、喧嘩ばっかやってるんだ、楽しくないでもやっぱり動いていないと体がなまっちゃうから。この店はどれぐらいですか？40何年前にパック寿司がなかった時代にパック寿司を始めてすごい行列ができとったんですよ。今は当たり前ですけどね。これは僕がデザインして、そうかわいい。で別の店で出してても、あ、宮子さんここにでも出したんだっていう。僕は5年ぐらい前からですね、最初は千葉県に会いに来てその地点になっちゃいましたいつも表でみかん売ったりとか洗い物したりとかしちゃいいね。どってってこれ
炊いたやつなんだけど、毎朝このお水こうやって変えて、モーニングから帰ってくると火つけるんだけど。できてます。いいやん。うまいよ。おき来い。散歩行く？あ、出てきた。元気だな。元気だな、先輩。ゴーバイトラン、ゴーバイトラン。吹き巻きしかやな。あとはやな。この方が締め具合がええもんね。もこれで。の帽子も。ほんに根に持つでかな、これ。お前ちゃうね。根に持ったら4話開ける前だったの。せかすね。あ、すられないで。あ、ほんと。また帰ってきてから出ていいだな。はいよいいよ。いいわね。席入れといてよ。これは1年ぐらい前ですかね。 BS 吉本で、7歳ですね。お客さんが来ても反応しないんで老犬と勘違いされる。いや、機嫌が良くなっちゃった。僕行くよ。はい、2キロ、2キロ、はい、2キロ。5、2、3、2杯。これやっぱまたなあ。いや、お父さん、これを。はい、ガニ5。はい、ガニ。6000円から。あと2000円おらなかったと。ごめんね。どうですか？細い？いいよ。これできますか？値段次第。5。消えた。あ、こう。ストップ。いきます。はい。ありがとうございます。はい。
考えへんもんな。どっちが言うと門前パンの方だ。俺仕事おっからよ俺じゃ店やれんかなと思ったんですよ。店やれるようになってるな。都ですよね。飯はこれだね。ここが一番簡単で。営業開始。よし、はい、もういいぞ。これと何と何休みか。レジキーベだとお魚ないから。普通はこういう風。今からちょっと細かったで今日はこれも作った。これ結構手間暇かかるんだよね。卵今日入ってるよ。季節の野菜が入ってね。持ってくるのありがとう。なんだかな。あ、分かった。冷蔵庫入れといて帰りに寄るわ。まあまあな。美味しくないね。はい。ごめんなさい。まあまあ大きさだよ。空いてる時にはどうてって言うと持ってってあげるけど、混んでる時に自分で持ってく。おでんそこにあるんで持ってく。へえって言うからさ、ここは何でも自分でするんだ。だから初めの方はびっくりするけど、2回目の時は自分で言わんでもやらせる。ここ自分でやるんだよねって言うと、そうだよって言うとさ、じゃあやろうっつって。あったまったあったまった、食べてみて。はいよ。あ、僕は1600円な。
現在気温15度、晴れです。晴れとらん。はいよ。はい、みやこです。ある。蒸してあります。はい、お願いします。待ってます。切られました。ちょっとここでくれね。まあまあよ、ここばっかり。会場の予約取っとったのかいの？聞いてないよ。つえる1000円で中になんだお前本当だよ。よっしゃー、よ赤だしくださいって言うとね、あーって言われるから、味噌汁くださいって言うとはいってくれるもんね。やっぱり赤味噌は愛知県だけじゃないかな。これ5分ぐらい入ってます。名刺は入る。まあ普通は入らない。なかなか。サバの味噌に。よいしょ。よいしょ。はい、いらっしゃい。よいしょ。いいだろう。これもいい。お金ね。はいよ、ありがとうな。これのお金は入れたでね。はい、サンキュー。ありがとう。はい、ありがとう。ゆき。
大概5本で湯がいてある。5分でいくら650円。じゃあ10本。なんかね、前ここ来てこれ食べてさ、夢見たんだわ。買いに行けって。ねそういや、ここへ来たんだもんね。ああ、お高さんに。お高さんに。16年前だ。お小遣いくださいとか言っちゃダメ。最初刺身定食売ったの。はいよ。白い身はキスとサーモンです。キスでサーモン。サーモン、マグロ。マグロね。はい。キスが。上がるでしょう今日は。あら雨降れへん。降れへんもんね。雨じゃない。なんかおかしいね。なんか降りそうで。あ、そうなんですね。何入りお茶もらえるかね。はい、あ、本当だ。顔見てもう忘れとる。寿司はお茶がいいな。はいよ、ごめんね。料理としてマスタードって書いてある。これやばくないって言って。ありがとうございました。ありがとう。はい。どうもありがとうございます。はい、ちょうどです。はい。ごちそうさま。ありがとう。今行くね。
いよ。ご飯はい。唐揚げと味噌カツ。飯服がいいでしょ。お飯だって言ったらあれでおいよ。おお、ありがとう。おお、多いな。さあ、丼の上に入ら。はい。ありがたみがねはい味噌カツはい。お待たせ。あ、一つご飯お待ちね。キスフライ定食。ピリタッチ。ピリタッチなんかお茶ちょうだい。お茶はい、今あげます。はいキスはい、ご飯2つ、お味噌汁2つね。はいはい、いらっしゃいませ。お待たせしました。今ご飯来ますね。ありがとうございました。はい、ごちそうさま。いやなんか待ってるよ俺どうでもいいなちょっと待ってくださいね。はい、すいません。待ってました。お願いします。カキフライ、マグロフライ。ありがとう。カキでいい？大根もいい。いいよ。自分で持ってく。自分の曲。あと2分だったね、これ。そう。自分で持ってて。あ好きなやつを。あるね。はいよ。いい、ここで。はい、大丈夫です。あれ、塩です。はい。はい、いらっしゃい。あやっぱ言えなかったけなですねちょっと寒いは
はい、神の単品。はいよ本当。なんとなくね、見えない感じで。テレビで見とったら。何？じゃあちょっと待っとりゃな。あ、大丈夫？あんな。はいよお願いします。握り、刺身、カキ単品、カキフライ単品。カキフライが単品。はいいらっしゃいませ。今お茶行くでちょっと待っててね。はいありがとう。刺身だけです。ありがとうございました。昼にしたいロットが丼にご飯を入れて天ぷらを乗っけてこれをかけてくれる当店で天丼が発祥したと言って過言でないと。文化の中の穴子の一番いいやつを選別してここに持ってくる。非常に脂乗ってるんですよね。普通この穴子はね手に入りませんから。体の方は大丈夫ですか？さつまいもとフグとカスゴダイです。はいはい。みりんと醤油を一回加熱して冷まして寝かしておくんですね。麦が入っとる。サラサラっとかけて。毎月1回は雇用っていう穴子が最高だと思います。商売繁盛、今日も一日よろしくお願いいたします。
天ぷらと丼を作る卵水を作っておくんですけども、なぜ最初に作るかっていうと、冷やしとくという意味で先に作ります。で、冷蔵庫に入れておきます。フルー粉はミドフルって今冷凍庫に入ってる。冷凍庫で入れて水分を飛ばしてる状態です。この割合も入れすぎてもダメだし、あってもダメだ。全部締めも全部一緒。入荷の中の穴子の一番いいやつを選別してここに持ってくる。伊勢屋さんが使うサイズと、あと生きの良さ、これが毎日あるとは限らない。穴子のこだわりはですね、当日朝締め、次の日には残さないというのが大原則で、じゃあ日曜祭日、市場は休みの日はどうするかという話になりますけども、その前の日に豊洲から生き穴子を仕入れまして、店の裏にある生けすに生かしておいて、例えば日曜日の朝に締めて、足りない分はまたその都度取りに行ってという形で次の日は残さない。土日でも当日朝締めにこだわっております。おはようございます。実は1パックで2個入りなんで。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。以上です。お願いします。一回こう。非常に脂乗ってるんですよね。こういったものがね、普通この穴子はね、手に入りませんから。それも天ぷらにして出します。
そういう状態では持てないと思うんですよね、普通の豆腐だと。ですけど島豆腐はそれができると。これはバナメイという無形美の中で最大の大きさがある。大きいエビを切ったもので、そういうの使い分けする。使う野菜は少ないですよね。江戸前天ぷらはつまりは野菜類がなかったんです。なぜかというとごま油の香りが強いので野菜の香りが消えてしまうということと、火加減の調節が昔は屋台から始まったので練炭とか炭とかそういうものでしたので、野菜の温度の低温高温という使い分けができなかったので魚介類を揚げる調理法でした。ガスになってから僕の時代になって加えるようになりました。親父の代まではシシトウだけでした。返しと言いまして、みりんと醤油を合わせて一回加熱して冷まして寝かしておくんですね。でこのみりんの割合はこれに出汁を足すとちょうどいい割合に設定してあります。
進めますどうしようかな。体の方は大丈夫ですか今。屋台に限らず天ぷらというのは粉をつけてありますので、カレー、貝、ヒラメなどを切り身にして天ぷらにしたらもう何だかわからないですので、尻尾の定称で魚種を判断し、その中の小魚に限るというのが枝前天ぷらの定義です。ですが今では東京湾のキスメゴチハゼラというのは絶滅してますので、日本全国からお月1匹の魚を探す。例えばカシゴ、古代であるとか小フグであるとかサヨリ、ヒメコダイなどを主に扱うようにしています。粋な江戸っ子好みのあるとしておはようございます。ご丁寧でございます。年末なので26日ははいやってるので、はい。あ、はい、ありがとうございます。お待ちしております。失礼します。はい。関東大震災、そこで東京は全滅したんです。ここでもう全て焼け野原になってしまって、隅田川の支流から土手に面してうちは立っていて、遊客のお客さんが寄ってきたという感じなんですけども、それで昭和十何年に戦災には奇跡的に免れたんです。風向きの関係で。それでこの建物が残ったんです。商売繁盛、今日も一日よろしくお願いいたします。
55あって51の53です。この使いますけどね。天丼の発祥はいつかって言いますと、明治の時代に一番吉原温度の近くにあったんですよ。牛角ガニの昼短い6個がうちに来て天ぷらご飯を食べてる時間がないから丼にご飯を入れて天ぷらを乗っけてタレをかけてくれる。その発想から天丼って生まれたっていうこの点で天丼が発祥したと言って過言でないと思います。ごま油の香りで客寄せをしたとが始まりですので、今でも当店では香りに強いごま油をサラダ油にブレンドしています。でそのサラダ油が時代とともに変わってきましたね。昔は菜種油とか大豆しらす油を使っていたんですけども、今現在はもっと軽い、うちでは香油油を使います。
長芋とフグとカスゴダイです。はいはい。近所でも。ちゃん出るよ。一番最初に来たのはもう子供の頃親父と一緒にそれでずっと空いてまして7、8年前から毎月1回は来ようっていう感じで伺ってます。穴子は最高だと思います。全て美味しいですけど旦那さんのこだわりですかこれでやっぱり通いますね。島豆腐ももっと食いたいすいませんまた来ますはいよろしく。麦が入っとる。サラサラっとかね。
3期はですね、昔は江戸前が最高というようなのが定説でしたけども、江戸前神話というのはもう崩れてまして、今の一番いい穴子というのは対馬っていう、あるいは韓国付近の黄海で取った穴子が最もいいと。対馬は年中島の周り中に旬がある。ですから同じ品質のものを年中仕入れられる。じゃあ盛り合わせのお客様、別盛りの小エビのかき揚げ。どうも、こんにちは。